とみです。はい、雨雲の集まる時読んでいただいたでしょうか。ベッシーヘッドさんの作品、1968年のアパルトヘイト時代の作品ですね。ボツワナの農村を舞台にした作品。こちら本が発売されてから2ヶ月近く経ったのかな。正式な発売日は5月だったんですけど、4月ぐらいから予約を受け付けて、5月以降ね、6月いっぱいと雨雲の集まる時のご注文を受け付けていると。はい、こちらね、どこで買えますか。はい、全国の書店さんでお買い求めいただけますが、結構ね、何件ぐらいか、何十件ぐらいかな、いろんな書店さんで取り扱っていただいているんですけれども、なかなかね、全体の部数も限られているので、そうそうプラッと寄った書店にすぐあったという感じにはなりにくいですね。一番確実なのは雨雲出版のウェブサイトでご購入いただくことですね。こちらで買っていただくと、私何度も言ってるんですけど、この特典冊子つけてます。でこれ本当に素敵なんですよ。これを読んでね、めちゃくちゃ感動したって言ってくれる人すごい多くて、本当作ってよかったなと思うんですけど、ベッシーヘッドさんのパディ・キッチンさんに宛てた、イギリスの作家のね、パディ・キッチンさんに宛てた手紙のいくつか抜粋をまとめた冊子ですね。これをつけますので、ぜひ雨雲出版のオンラインストアからご購入いただければと思いますが、ちなみにこれは雨雲出版から買っていただいた人だけなんですけど、これ雨雲出版で買っていただいたお客様のためのギフトでございますので、古本としてこれを手放されるのだとしても、これは一緒に入れないでほしいですね。これは雨雲出版で買っていただくために作ったものですね。もちろん大手のアマゾンとか楽天さんとか、そういったところから買うことはできるんですけれども、もしごひいきの書店様があったら、そちらの方から買っていただければと思います。結構たくさん、何十件もね、全国北海道から沖縄まで置いてくださっている書店さんがあるので、そちらの方で買っていただけると嬉しいです。もし書店さんに置いてなかったら、書店さんの方に注文を入れていただければ、だいたい買うことができると思います。だから結構いろんな書店さんを回らせていただいて、これまでちょっと顔見知りだったところもあれば、新規にお邪魔したところもあるんですけれども、結構この本いいですねって言ってくださって置いてくださるところがたくさんあって、結構たくさん仕入れてくださった書店様もいらっしゃるので、本当にありがたいなと思うんですけれども、この本がね、読んでくださった方本当素晴らしいってたくさんコメントをいただいてます。あとね、このカバーイラストとね、デザインも素敵だっていう風によく言っていただきます。本当嬉しいですね。これは私の弟ですね、漫画家の横山純の書いたものです。これについてはノートの記事とかいろんなところに書いてますし、動画でも言ってますので、ぜひちょっとそちらの方も見てください。感想もちょこちょこいただいてるっていうか、結構たくさんいただいてて、それをご紹介したいなって思ってるんですけど、なかなかね間に合わないぐらいなんですけれども、ちょっと一部すごく素敵なのがあるので、ここで紹介したいかなって思います。一番に感じたのは自然描写の美しさです。6章の日没の美しさ、9章の冒頭の青、ディノレゴ老人やミリピードの人間性の素晴らしさ、親しさ、それぞれの登場人物にも親しみを感じます。ユーモラスな表現もありますね。アフリカのことを知るきっかけになるし、ずっと心に残る文学作品になると思います。心の中にこのホレマミディ村が生き続けるようにも思うのです。自然と共に暮らす人々の大変さ、男女の日本とは違った関係、男女の働き方の違い、差別、貧困、時代を経てまた変わっていることでしょうね。この作品がボツワナ独立時に書かれ、日本語訳が出版された時に政権が交代したというのも興味深いですね。書かれて今年で57年、全く色あせず、その濃密で哲学的でもある文章は深い意味をたたえています。この本を出すために雨雲出版を一人で立ち上げたその勇気と情熱は真似のできるものではなく、それだけ真剣にベッシーヘッドを研究し、日本の人々に読んでほしいと思っているからでしょうね。あなたがしなければ誰もこの世界を日本に紹介することはなかったのですから。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それとね、本当感動的なことがいっぱい起きるんですよ。もう新しい人と出会ったり、それから古い人とつながったり、例えばね、
23年前ぐらいに勤めてた会社があるんだけど、そこの人がそれ以来なんですよ、私のことを覚えててくださって、その時ベッシーヘッドの話をしたのも覚えててくださって、で本を買って読んでくださったって、でそれでメッセージくれたと。すごくないですか？23年ぶりですよ。とか、もっといっぱいいろんな素敵なことがあったんですけど、もう信じられないぐらい本を出すってすごいですね。はい、なんかもう一件ちょっとご紹介したいのがあるので読ませてください。これは私ね、2000年から2001年に、ジンバラ大学で修士課程やってたんだけど、その時にメールマガジンやってたんですよ。なんか当時は結構メールマガジンって流行って、今ではもうなんかちょっとずつカムバックしてる感じもあるけど、でそのメールマガジンって私、イギリスに行っていろんな人にいちいちメールの書くの大変だからメルマガにしちゃえみたいに思って、でアフリカのこととか日々のエジンバラ大学の話とかいろんな思ったことをメルマガにして流してたのね。でアフリカクジラの自由時間っていうやつなんだけど、そのアフリカクジラの自由時間をその25年前ぐらいに読んでくださっていた方が今でもずっと SNS で応援してくださっていて、でその方が、今海外に住んでらっしゃるんだけど、この本を購入してくださって日本に一時帰国されたので、すぐゲットして読んだっていうことで本当に嬉しくて、でしかも本当に感動的なメッセージをくださいました。それがね、こちらです。幸い日本に赴く機会があり、すぐ本を手にすることができました。長い間配信される文章や動画でなんとなく出版の夢を聞かされてきて、それがここ数年で現実のものになるにつれ、こちらもいろいろな SNS に引き込まれるようになっていきました。なのでこの本を手にすることは横山さんの一読者、視聴者に過ぎない私にとってまで感慨深いものでした。長い間何度も予告編を聞かされてきたような気になっていたのですが、思い起こすとあらすじや見どころを聞いたことはほとんどなかったと思います。とにかく描写の美しさや表現の秀逸さといったことを伺っておりましたので、ベッシーさんの息遣いとか、それを翻訳される横山さんの気遣いがどんな風に現れてくるのかと期待しておりました。ところが読み始めると、ベッシーさんも横山さんも全くその存在を感じられることはなく、見えるもの、感じられるものはただ太陽に焼かれ、あるいは闇に包まれた大地、干からびてもたくましい植物など、風景そのものとそこを生きる人、鳥、獣などの生命だけでした。作者や役者を感じさせぬほどの熟成度、これが長い年月を経てこの本に刷り込まれた文章が備え持つ奥深さだと思いました。仕事で関わったのが私とアフリカとの関係の始まりで、今は一転して別の国におりますが、日本のあまりの同質さをいつも感じます。この本にあるような多様性と差別を日本人は頭ではわかるのかもしれないけれど、自分とは異世界のものとしか意識できないし、それは結局分かったつもりになっているだけのような気がします。それでも小説の中に引き込まれている間だけでも感じること、分かることができればいいし、そうした小説の中の経験はアフリカの人と付き合うときにきっと蘇ってくると思います。ありがとうございます。本当嬉しい。なんかあらすじや見どころを聞いたことがなかったっていうところ、すごくまさにその通りで、この本を翻訳しようと思ったのが本当正確にはいつだか分かんないけど、少なくとも25年以上は確実に前なんですね。でやっぱここまでの道のりがすごく長かったんだけど、ここに来るまでに怖かったんですよね。なんかこの本を翻訳するっていうことが、なんかこの雨雲の集まる時っていう小説が大切すぎて、でも日本語になってないからあんまり多くの人の共感を得られないんですよね。でも自分でこれはすごく素敵な物語だからって信じて、絶対今の日本の現代社会にも必要な物語だからっていう、必要な作品だから、必要な言葉たちだからっていうことを信じて、それだけでやってきて、でも仕事でなかなかうまくいかないし、たくさんの出版社に声をかけても全然ダメだしっていう長い年月を過ごして、でその間やっぱりもし実現しなかったらっていう怖さがずっとあったんですよ。でもちろん版権とかもねちゃんとした契約にしてなくて、もちろんベッシーヘッドヘリテージトラストは今の著作権者なんだけど、何度もお話ししているようにも私も深いつながりがあって、古いつながりなので、私がこの本を訳しているっていうことはご存知で、著作権者の OK がないと他の人が訳すことはできないのね。だけど契約上ちゃんと結ばれていなかったっていうのと、あとは
やっぱり何度も何度もいろんな出版社に掛け合ってもそれがうまくいかなかったっていうことで自信をなくしたりして、実現しなかったらこの本の翻訳がまさかとは思うけど、こんなにたくさんいっぱい出版社に断られているのにどこかの大手に取られるっていうことはないとは思うけど、それでも確実じゃなかったからやっぱり怖かったんですよ。すごい有名な翻訳家とかすごい力のある出版社とかがこれを訳そうって出そうって思った時に、私なんかすごく弱いみたいな、いくら著作権者側の了解があったとしてもやっぱり怖かったんですよね。だからこそずっとベッシーヘッドのことをやってるって長いこともう20何年間言ってたんだけど、でも私「雨雲の集まる時」っていう本のタイトルもこの本のあらすじも言わなかったんですよ。あえて言えなかったんですよ。なんか怖くて、それだと魅力が伝わらないのは分かってるんだけど、なかなかこう言えなかったんですよね。だからあんな風に25年前から私の SNS を見てくださっている方もこの本のことについてよく知らなかったなっておっしゃるんですよね。でそれは本当その通りで、だからこそこの本を出すっていうことが確実になった時に、やっと私は「雨雲の集まる時」っていうタイトルをはっきり言えたし、このあらすじも好きなだけ見どころも好きなだけ説明することができた。で今はそういうふうになった状態なので、本当に歴史的なことというかありがたいことかなって思ってます。これアパルトヘイト時代の物語でね、まだ読んでない方にちょっと説明すると、ジャーナリストの青年マカヤっていう人がね政治犯として捕まってるんだけど、2年間の刑務所生活を終えて、でもうボツワナへ亡命したいと、思って夜国境フェンスを乗り越えて南アフリカからボツワナに亡命するんですね。でそこでいろんな人々と出会って、ホレマミディっていう村で農業開発に従事していくようになるんだけれども、やっぱりボツワナでもアパルトヘイトと同じような人種主義差別があった、抑圧があったっていうことを発見するんだよね。でそれがすごく心の一人一人の心の奥深くに切り込む形で描かれているので、本当に共感性があるし、すごく素敵な感動を呼ぶ物語なんじゃないかなと思います。本当にいろんな方に感動したって言ってもらえて、私はその人に届けることが目的だったので本当に嬉しいです。この本を出版することじゃなくて、この本をお届けすることが目的なので、いろんな人にリーチしたらいいかなと思います。メディア露出をぼちぼちやれるといいなとは思ってるんですけれども、なかなかね難しいんだけれども、一つは葛飾 FM ね、この YouTube チャンネルでもちょっとお伝えしたかもしれないんですけれども、葛飾 FM の佐木正弘さんのドリンキングアットホームっていう番組にゲスト出演させてもらったこと、それがすごい大きかったかな、大事なことでした。でそれからあやセンターぐるぐるっていうところでブックトークオアシスっていうイベントがあるんですけれども、そこでゲストスピーカーとしてトークをしたと。それもすごくありがたかったですね。やっぱまとまった形でこの本についてご説明する、お話しするっていうことはすごく私にとっても大切なことだし、聞いてくれる人にとってもより小説を楽しんでいただける大切な時間だったんじゃないかなと思います。であとはメディア露出じゃないんだけど、ヨーヨー社さんっていうところが主催している梅屋敷ブックフェスタに出展させてもらったりとか、その後、もちろん文学フリマとかね、そういうのも出たんですけど、あとそう6月には徳島新聞の記事が出ました。ある徳島出身の方と知り合って、でその方が徳島新聞の記者の方につないでくださったんですよね。でそれで徳島新聞の方で結構大きな記事になりました。これちょっと有料記事だから全部ウェブに載せるわけにはいかないんですけれども、一瞬こんな感じです。なんで徳島かっていうと、私の父が徳島県出身なんですよね。神山町っていう今すごい注目を集めているちょっと山あいの小さな町なんだけど、そこの横山酒店っていうのがうちの父の実家で、私はそこには住んだことないんだけど、おじいちゃんおばあちゃん家みたいな感じだったんだけど、今ではね人手に渡ってるんだけど、なのでその関係で徳島新聞に載ったこと、ありがたいですね。またこの先もねいろいろなところに載せていただいたら嬉しいかなって思ってるし、あとラジオ出演とかもねしてみたいかなって思っています。なんかすごくベッシーヘッドさんのこの作品の力を感じるんですよね。本当に
本当にすごい物語だからこそいろんな人の感動を呼んでるんだなってつくづく思います。それでもう一つお知らせがあるんですけど、雨雲の集まる時の観光記念展を開催いたします。どこでやるか。雨雲の集まる時観光記念展、恵みの雨つながる言葉、南アフリカとボツワナの記憶、2025年の7月24日からもうすぐですね、7月24日木曜日から8月4日の月曜日まで、本で旅するビアっていう、ビアは VIA ね、ビアのギャラリーで開催します。場所は荻窪です。東京の荻窪駅から徒歩6分のところにあるすごく素敵な読書カフェみたいなところですね。でそこにギャラリーがあるので、そこで展示をやりたいと思います。で何を展示するかっていうと、ベッシーヘッドさんのお写真ですね。南アフリカ時代からボツワナ時代のお写真、それから作家として活躍し始めた時代のお写真、そして1960年61年のボツワナの農村の写真を実際に現地でボランティアをやってらっしゃった当時の若手のイギリス人のボランティアの方からですね、写真を頂戴してて、でその写真を展示一部許可いただいたので展示させていただこうかなって思います。でベッシーさんの写真はね、ミュージアムからいただいたものです。でそれから私自身の調査の写真、1998年に初めてボツワナに行ったのでその時のお写真とか、2023年にもう一回ボツワナに行ったのでその時のお写真、それからですね、ベッシーヘッドさんの原稿とか手紙の写しみたいなものも並べていこうかなって思ってます。でそれも見ていただけたら嬉しいかな。雨雲の集まる時はもちろん展示するんだけど、本で旅するビアさんでもご購入いただけるようになってます。本の展示もするんだけどね、あとアパルトヘイト時代の写真を展示しようと思ってます。差別とかね、アパルトヘイトっていうのがどういうものかっていうのが日本の方でやっぱ今ではあんまり想像つかない方もいらっしゃると思うんですよね。でその写真が私が持っているものがあるので、それも展示させていただこうかなと思います。それから原画です。この雨雲の集まる時の原画絵は先ほどお伝えした通り横山純、うちの弟なんですけどね、漫画家の横山純が描いた絵なんですけど、でこれの原画を展示しようと思います。本当素敵なので見に来てください。ということで、雨雲の集まる時観光記念展のねお話、こちらぜひ遊びに来てください。またね情報を SNS で流し続けてます。ツイッターとかね流すことが多いです。ツイッターとかインスタとか見ていただけたら嬉しいです。チェックしてください。あとノートも書いてますので見てください。ということで今日はこの辺にしようかな。雨雲の集まる時読んでくださったらご感想いただけると嬉しいです。ぜひぜひお待ちしてます。ということでひとみでございました。良き一日をお過ごしくださいね。ごきげんよう。ごきげんよう。J-WAVE でメッセージ投稿したやつが読まれたっぽいです。ありがとうございます。なんかご注文を連続していただいてる。テーマはライフワークだったからね。ベッシーヘッドさんの翻訳出版、ライフワークですからね。それについて投稿してみたら読んでいただけたみたいです。